アンモサ製作所です。今回は、バンダイから発売されている、リアルグレードの、ストライクフリーダムガンダムを、ピッカピカにしていきます。あと、ヘッドパーツに LED を埋め込み、デュアルアイとメインカメラを光るようにしてみました。ぜひ、最後まで見ていってください。はい、RG ストライクフリーダムです。いやー、パッケージの顔がイケメンです。箱の横には、ストライクフリーダムの特徴でもある、金色のフレームが載ってます。反対側にはフルバーストモードなどの、完成写真が表示されてます。それでは、早速内容物の確認をしていきます。金ピカのメッキパーツは一番上にあるんですね。RG なので、各パーツが小さいんですが、それなりにランナーがありそうです。最後に、組み立て解説書です。他の RG のシリーズと同じく、冊子状のものです。それでは作っていきましょう。あ、忘れた。それでは、パッケージからランナーを出していきます。今回のストライクフリーダムガンダムは、MGEX 版のキットを見てかっこいいなぁと思って購入しました。アニメが放送されていた頃は、一旦アニメ離れしていて見ていなかったので、よく知らなかったんです。なので内容はあまり知らないので、ただいまネットフリックスで視聴中。そんな話はさておき、最後にメッキのランナーを取り出して終了。ランナーは全部でこれぐらいです。では、次にパーツを切り出していきます。このストライクフリーダムでは、はじめにパーツを切り出してケースに入れておきます。ケースには、後でもわかるようにランナーの記号をマスキングテープで記載しています。バンダイ製のキットは、はじめにすべてのパーツを切り出しても、だいたい、間違った組み立てができないようになってるので大丈夫だと思ってます。RG はパーツが小さいので、ケースから探すのに時間がかかることはありますけどね。アンモサは、ニッパーで切って、置いてまた持っての繰り返しが面倒なのでこうしてます。パーツ切り出しも繰り返しなので、この辺で省略。はい、すべてのパーツ切り出しが終わりました。いつも思うんですが、RG は本当にパーツが小さい。でもこのおかげで、マスキングでの塗り分けをあまりしなくていいので助かります。このストライクフリーダムは、パーツの一部が金メッキ塗装がされてますが、今回はこれも再塗装していきます。では、素組みをしていきます。はい、素組みが終わりました。ちょっとウィングユニットの組み立てで戸惑いましたが、スムーズに組み立てられました。結構細身なんですけど良いバランスだと思います。足首も、よく動くし。膝も、パーツの可動ギミックなどもあって、良い感じです。本体側は、アドバンスドジョイントのフレームのおかげでか、よく動きます。あと、色々動かしましたが、パーツのポロリもないので動かしやすい感じです。やっぱり背中のウィングユニットはかっこいいですね。こうやって回して広げるんですね。写真で見たときはどうなってるの？って感じでしたが、へーって感じです。表現力が皆無なアンモサです。あと、このウィングユニットですが、開閉は気を使います。メッキパーツに外装パーツをはめ込むところが細くて折れそうなんです。塗装する際は、気をつけて塗っていこうと思います。では、一旦ターンテーブルで回してみましょう。ウィングユニットが重たいせいか、自立できなかったので、アクションベースに乗せてます。素組みの確認はこれぐらいで終わりたいと思います。
次に、合わせ目の確認を行っていきます。一応、ドラグーンなどに少しあるんですが、目立たないのでほぼ消さずに行きたいと思います。それでは次の工程に行きます。ここでは、パーツ切り出しの際にお話ししたメッキパーツを、塗装する準備をします。まずは、表面のクリア層を、普通の薄め液で溶かしていきます。パーツがシンナーに浸かればいいんですが、容器だとたくさんシンナーを使うので、薄め液でも溶けないポリエチレン製の袋を使って節約します。使用する薄め液ですが、プロシンナーはプラスチックを溶かすので使いません。こちらの普通の薄め液を使用します。量は、パーツが半分ぐらい浸かる量の薄め液を入れました。薄め液を入れたら、しっかり袋の封をして、軽く振りながら全体に行き渡らせます。この状態で3分ほど放置します。3分後、フリフリしながら中のパーツの色を確認。パーツが銀メッキ状態になっていれば OK です。大丈夫そうなので、ピンセットで取り出していきます。今思えば、ペーパーの上ではなくて、水を用意してそっちに入れる方が良かった。この後は水洗いして、乾燥させていきます。そして、余計な薄め液を拭き取ってと思って、ペーパーで拭き取ってたんですが、折れた。全然、力入れていなかったのになぜ。組み立て解説書見たら材質が、ABS でした。素組みからのバラシの時に、メッキ層にひびが入ったのかもしれないですね。とりあえず後で直すとして、次に銀メッキを剥がしていきます。銀メッキは、先ほどと同じようにポリエチレンの袋にパーツを入れてから、泡タイプの漂白剤を入れました。普通の液体タイプでいいんですが、家には泡タイプしかなかっただけです。3分ぐらいでメッキが剥がれた後、水洗いして乾燥させます。くぼみなどに溜まっている水を、エアブラシで吹き飛ばし、乾燥時間の短縮を図ります。あとは、他の作業をしながら乾燥させます。メッキパーツの乾燥が終わったところで、折れたパーツの修理です。手持ちの真鍮棒が1ミリだけなんですが、このパーツの中継ぎに使うには太くて使えませんでした。なので、今回は応急として裁縫道具の待ち針を使いました。細い割には、強度もあるので良い感じです。あくまでも応急なので、今後のために細い真鍮線を何種類かネット注文しておきました。こうやって材料が増えていくんですよね。はい、パーツに穴開けてから、待ち針入れて瞬間接着剤でくっつけたものです。見た目も、折れてないものと比較しても差がないので大丈夫だと思います。結構、しっかり接着できたようなので、これで修理は終わりです。次は塗装前の表面処理です。ドラグーンの形状が、丸みがあって段差もあるので、スポンジやすりだと段差のエッジが、丸くなるので、スクレーバーでカンナ掛けして処理しました。こういう丸みあるところは、カンナ掛けは不向きなんですが、最後に軽く、スポンジやすりでやすり掛けして、カンナ掛けの角を落としてます。あと、ドラグーンは外装パーツを組み立てた状態で表面処理を行いました。組み立ててない状態だと薄くて持ちにくいんですよね。この後は同じことの繰り返しなので、省略します。表面処理中。表面処理が終わって、次は塗装の予定でしたが、今回もツインアイの LED 化ができそうなので、取り付けていきます。ちょうど、目の下あたりをちょっと削れば OK そうです。あとは、ワイヤーの経路の確保です。ちょうどこのくぼみのところに穴を開ければ、後頭部から出せそうです。
ということで、1ミリのドリルで2つとも穴を開けていきます。こんな感じに貫通させてワイヤーを通します。この加工以外にも、組み付けの時にワイヤーが干渉する部分は、このイエロー側を削って対処しました。一通り加工が終わったので、仮組みしてみます。この LED 化ですが、LED 自体は小さいので、LED を設置するのは簡単なんですけど、ワイヤーの取り回しが一番悩ましい感じです。はい、これが設置イメージです。塗装後に接着します。これで塗装前の加工が全て終わったので、塗装していきます。まずはドラグーンなどのスカイブルーの下地を塗装します。色はスターブライトシルバーです。今回はサフを塗装せず、パーツに直接下地色を塗装しました。あとメタリック塗装では下地をブラックにするのが基本だと思うのですが、全体的に暗くなるので、今回は塗るのはやめました。ストライクフリーダムは明るい色のイメージですからね。はい、下地はこんな感じです。次にクリアカラーのウルトラマリンブルーを塗装していきます。このウルトラマリンブルーは今回初めて使用したんですが、本当にマリンブルーって感じで良いです。厚く塗ると、下地のメタリック感が少なくなるんですが、それもなんかいい感じです。はい、これが1回目の塗装状態です。ウルトラマリンブルーですが、1回の塗装ではブルー感が少なかったので、2回塗装しました。現役の状態からであれば1回で良いと思うんですが、濃さ調整が難しいと思ってクリアを半分入れたことで2回塗ることになったと思います。はい、こんな感じ。ブルー色の塗装が終わったので、次にゴールド色を塗装します。今回はゴールド色を2色で塗り分けるんですが、その1色として EX ゴールドを使用しました。この EX ゴールドですが、どちらかというとシャンパンゴールドよりのゴールドになります。ゴールド系で色の差をつけるには、ちょうど良いかなと思います。はい、こんな感じ。ゴールドの1色目の塗装が終わり、塗り分けのマスキングをしていきます。このくぼんだところを EX ゴールドとして残します。なんとなくですが、凸部を明るいゴールドにした方が映える気がするんですよね。マスキングは、アンモサがよく使うマスキングゾルを薄めたもので、行いました。名前わかんないですが、筆ではなく100均の瞬間接着剤と不要の棒で塗ってます。一度、筆で試したんですが、筆に残ったゾルが固まってくると取れなくなるんで、取りやすいこの棒にたどり着きました。こんな感じでマスキングしてます。マスキングが終わったので、塗り分けとして明るめのゴールドを塗装していきます。ゴールドといっても、メタリックが入ったゴールドではなく、イエローとオレンジのクリアを混ぜたものを、EX ゴールドの上に塗装することで、イエローゴールドっぽくしていきます。シルバー下地からゴールドにする手法の応用なんですが、ただ、シルバーを塗るのがめんどくさいというところもあります。はい、こんな感じになります。塗装が乾いたら、マスキングを剥がしていきます。アンモサは、ほとんど歯ブラシで取り除いてます。ピンセットとかだと塗装に傷がつくことがあるので避けてます。こういったマスキングの塗り分けですが、塗り分け色の塗装の食いつきが悪いと、マスキングを剥がすときに、塗装も一緒に剥がれることもあるので、重ね塗りするときはプロシンナーなど、食いつきが良いシンナーで薄めると良いかもしれません。ちなみにアンモサは、基本的にガイアノーツさんのプロシンナーで薄めてます。はい、綺麗に剥がれました。他の色の塗装は長くなるので省略。使用途用の詳細は、
概要欄に記載しておきます。デカール&墨入れ中。デカール貼り付け時に、トラブル発生。このウィングユニットに使うパーツが1個なくなってる。部屋中探しても見つからなくて。仕方がないのでバンダイさんのパーツ注文見たら欠品。ネットフリマの中古とかも考えたんですが、高いんですよね。というわけでないなら作るしかないということで、作ってみました。このパーツは一体成形で、粘土での複製が難しいので 3D プリンタで作りました。ノギスで測りながら、CAD で描いたものですが、なんとか見れる形にはなりました。あとはヤスリなどで微調整して成形します。はい、成形、塗装などを行い複製が終わりました。パッと見た感じ、違いがわからない感じにできました。細かいモールドは、再現できてないですが、これを代用としたいと思います。よかったよかった。はい、すべての塗装とデカール張りが終わりました。それでは、最後まで組み立てていきます。いやー、本当にここまで来れてよかったよかった。パーツ紛失した時は、本当に焦りましたから。あのパーツは、本当にどこに行ったんだろう。乾燥中に横に置いていた、ゴミ箱に転げ落ちたぐらいしか思い浮かばない。反省として、これからは完成するまでゴミは捨てないことにします。こんなトラブルもありましたが、久しぶりに 3D プリンタも使えたし楽しく作れました。そんなことはさておき、この RG のストライクフリーダムは本当にかっこいいですね。やっぱり背中のウィングユニットが、かっこよさを増大させてます。MGEX と比べると細身なんでしょうけど、これはこれで良い感じだと思います。はい、完成。MGEX も入手できたら作って並べたいと思いますが、なかなか入手できないんですよね。他に作りたいキットもあるので、気長に探していきたいと思います。次は何を作ろうか悩みつつ、今回の制作は完了です。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも色々作っていくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。